皆さんどうもこんにちは。今回は水野慶也さんの著書夢を叶える像について解説していきます。まず本書の簡単なあらすじをお伝えします。一人暮らしの男性が主人公で、その人は普通の会社員なんですよ。ある時、この主人公は赤坂のハイタワーマンションで開かれるパーティーに参加することになるんですよ。そこは人が50人くらい住めるような大きな部屋にビリヤード台等があり、とにかくきらびやかだったんですよ。有名な経営者やモデル、プロ野球選手などがいて、それはもう華やかな世界だったんですね。それが主人公の男性にはですね、悔しくて仕方なかったんですよ。というのも、自分だって昔は足が速くてリレーの選手になったり、成績だって上の方でそれなりの大学に入ったし、大手に勤めて安定した生活は持っているんですよ。でも普通なんですよ。そのパーティーに行って自分のことを惨めに感じてしまったんですよね。そして華やかな世界に自分だって行きたいって泥酔するまで飲んで愚痴をこぼしていたんですよ。そして翌朝目覚めると象がいるんですよ。この象がまたいいキャラでして、関西弁を話してタバコは吸うわ、甘いもん食べまくるわ、行動はだらしないんですけど、言うことは本当にいいことを言うんですよ。この象は名前がガネーシャといってインドの神様なんですね。話の進み方は、この象がその普通の男性の夢を叶えるために毎日一つずつ課題を出すっていうお話なんですよ。その課題を実践すれば成功できる、変われるという話なんですが、象の発言にとにかくぐさっときます。自分の甘い考えだったりダメな部分をぐさぐさえぐってくるので、読む人は心の準備をしておくのが良いと思います。今回はこの本の中で私がかなりグッときたポイント、人生を劇的に変える方法3つを紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ポイント1つ目は、人間は意識を変えることはできないという話です。あなたもいい本とか読んだ後、明日から頑張ろうって思いますよね。でも朝目覚めてみると、昨日のやる気とかなくなっていますよね。ここでガネーシャがぐさっとくる言葉を言うんです。みんな意識を変えようとするやん。それなんでかわかるか？楽やからや。その場で今日から変わるんだって決めて、めっちゃ頑張ってる未来の自分を想像するの楽やろ。だってその時は想像してるだけで、実際には全然頑張ってへんねんから。つまりな、意識を変えようとするというのは、言い方を変えたら逃げやねん。どうですかね。確信つきすぎて心がぐっさぐさになりませんか？結局のところ、明日から頑張ろうって意識するのって、未来の自分に期待しているだけで何の努力もしていないってことなんですよね。これは私も痛感しました。じゃあどうしたらいいのか。ガネーシャはこう言います。自分がこうするって決めたことを実行し続けるためには、そうせざるを得ないような環境を作らなあかんということや。つまり、意識ではなく具体的な環境を変えなければいけません。例えば、テレビを見ないようにするのだったら、見ないように意識するだけでなく、テレビのコンセントを抜いておくとか、なんならテレビを捨ててしまう。そうすれば実際の行動は変わります。別の例ですと、携帯をいじったりゲームをして勉強に集中できない場合は、ゲーム機とスマホは家に置いておき、カフェに行って勉強すればいいのです。他にも、お菓子を食べないようにするなら、コンビニが帰り道にないルートで帰り、そもそも買わないなどといった具体的に環境を変える必要があるんですよ。私たちは自分との約束を守らないと、どんどん自分に対する自信ってなくなっていくんですよね。でもこれからはあなたも大丈夫です。この環境を変えるということは、意志の強さとかじゃなくて、誰でもできることですよね。これからは意識を変えようとするのはやめて、環境を変えましょう。ポイント2つ目、自分の現実を変えるためには行動して経験する。ガネーシャは物語の後半で主人公にこのように言います。もし自分が変われるとしたら、行動して経験した時や、その時だけやで。自分は今座ってるだけや。確かに自分はこうやってわしの話を聞いてる。でもな、今自分が何かを学んで知識を吸収して成長してると思ってるかもしれないけど、本当はな、成長した気になってるだけなんや。知識を頭に入れるだけでは人間は絶対に変われへん。人間が変われるのは立って何かをした時だけや。ガネーシャが言うように、自分が変われるとしたら行動して経験した時だけなんです。行動だけが手に入れたり成果をもたらしてくれるんです。行動しなければ現実は何も変わらない。行動だけが結果につながる。こんな当たり前のことをなぜ僕たちはいつも実行できないのか。なぜいつも準備ばかりしてしまうのでしょうか。計画を立てたり机に座って勉強ばかりしてしまうのは一体なぜなのでしょうか。ちょっと耳の痛いこと言いますよ。僕たちが準備ばかりしてしまうのは、準備をすることで失敗の危険を冒さないまま進歩している気になれるからでございます。
実際に行動すると批判されたり失敗したり周りから非難されたりする可能性があるから、そうなりかねない状況を避けようとしているんです。つまり意識だけは高く持って準備ばかりして実際には何も行動しないんです。結局行動を先延ばししてしまうのは失敗を遅らせたいという気持ちがあるからです。準備だけをして自分は進歩していると思い込むのは簡単です。よし、今日は YouTube の動画のアイデアを考えようとか、ブログの書く記事のネタを決めようとか、そういうことを考えていると前に進んでいるような気がします。しかしそれは準備に過ぎません。結果は何も生まれていないんです。いくら正しい食事の知識を知っていても実行しなければ何の意味もありません。いくら運動が大事だという本を読んで感動したとしても運動しなければ何の意味もありません。行動すること、経験することがなぜ大事なのか。それはやってみないとわからないことが大量にあるからです。行動しながらでしか学べないことが大量にあるからです。僕らはいろいろ学べる環境や準備できる環境が整っているので、ついついインプットや準備に逃げてしまうのですが、本でインプットしたり、ネットで情報をリサーチして準備するだけでは、そこに書かれている本質や真意に気づくことはできません。なぜなら経験がないからです。人間というのは自分の体験に基づかない知識は全て忘れてしまいます。たくさんのインプットをしても著者の真意を本当の意味で理解するには深いバックボーン、その肉付けとなる自分の経験が必須でございます。名言を理解するには膨大な数の経験と失敗が必要なんです。どれほど素晴らしい本を読んで知識を得ても自分の体験が伴わないと自分のものにすることができません。ですから行動しながら学ぶんです。実際に行動を起こして失敗したり成功したりして試行錯誤する中でしか人は学ぶことができません。インプットしたり準備をしているだけでは本当の意味でその知識は自分のものにはなりません。その知識を理解するためのリアルが自分の中に存在していないからです。ですから行動して痛みや喜びを感じながら経験を増やし学んでいくことがめちゃくちゃ重要なんです。成功したければ他人と違うことをしろとよく言われますが、その最も簡単な方法は行動しながら学ぶということを徹底することでございます。よく起業家とか学歴はないけどめちゃくちゃ頭のいい人がいますよね。ああいう人たちはおそらく机の上での勉強はそんなに得意ではなかったが、準備をせずに起業して行動する過程の中で深い学びを得てどんどん成長していったんです。家の中の安全な場所で本を読んだり勉強したりすることぐらい誰でもできるんです。しかしそれだけでは当たり前ですが、周りの人と同じことをしているだけなんだから成功できるはずもありません。しっかりと行動することによって生きた知識を身につけなければならないんです。経験を分厚くしなければならないんです。その過程で痛みや傷をたくさん作り、それが治癒する過程でしか私たちは成果を出したり成長することができないんです。3つ目のポイント、才能を認めてもらえるように応募する。本の中でガネーシャは才能が認められた時の人生の変わり方は絶望的不幸よりも全然パワフルだと言っています。というのも絶望的な不幸がどうしても頑張らざるを得ないという強制的な受け身の状態であるのに対して、才能が認められた時というのは自分自身頑張りたくてしょうがないというめちゃくちゃ自発的能動的な状態になるからです。確かにイメージしてもらえればわかると思うんですが、自分の才能を認めてもらったら頑張れる気しますよね。才能を認められるという状態は自分としては今ぐらいであって普通かなってレベルでやっているのに、周りからはすごいすごいと言われるような結果が出てしまっており、周囲からの視線も変わって自信もつくし、結果が出て楽しいからさらに頑張っちゃおうかなと好循環が生まれる、そんな状態ですよね。確かに君才能あるよなんて言われたら寝るのも食べるのも忘れて頑張っちゃうような気はします。ただおそらくこれを聞いてくださっている方は全員がこう思いますよね。私も本読んでいる時にそう思いました。待て待てと、そもそも才能なんてそうそうあるもんじゃねえだろうと、その才能を認めてもらう具体的な方法を教えてくれなきゃ意味ないよと、そう思いますよね。人生を劇的に変えるためには誰かに才能を認められる必要があると。じゃあその才能を認めてもらうためにはどうすればいいか。すごい地味なんですがガネーシャはこう言っています。才能を認めてもらう唯一の方法は応募することだと。何かに応募することで才能を認めてもらえるチャンスが生まれるとこの本には書かれています。これは何か景品が当たるようなキャンペーンに応募しろとかそういう話ではないです。そんなことに応募しても人生なんて変わらないです。そうではなくて自分の実力が残酷なまでに試されるコンテストのようなものに応募しろということなんです。具体例を挙げるとすると、
TOEIC とか簿記とかそういった試験を受けることも一つの応募ですし、どこかのビジネスプランコンテストとか広告会社が主催しているようなコピーライティングコンテストに出てもいいですし、転職活動をするというのも才能を認めてもらうための応募に該当します。転職活動なんてめちゃくちゃ見られますから、こいつにどんな実力才能があるのか、他にも優秀なやつはいるけれども本当にこいつを採用していいのかとがっつり品定めされます。ただ一つ注意点としては、応募したからといっていつもハッピーな結末が待っているとは限らないんですよ。もちろん才能が認められるチャンスももらえるわけですが、これは裏を返せば才能が自分に全くないことを証明してしまう可能性もあるんですよ。この注意点は夢を叶える像を読んで感銘を受けていろいろ応募している私の実体験からお伝えしたいことです。私の応募なんてものは感覚的には8割が失敗に終わっています。才能がないということをがっつり証明されるような黒歴史を積み上げてきました。断言しますが、応募には間違いなく才能がないことが証明されるリスクがあります。ただですね、才能がないと分かることもすごく大事だと最近では思うんですよ。俺にはこの才能あるのかなってモヤモヤして心のどこかにしまっておくよりも、もうとにかく応募して無残に散って、俺には完全にこの才能がないと分かった方が後々スッキリするんですよ。次のアクションにも切り替えられますから。なので何かの分野について自分に才能が絶対にないと知ることは、自分のまた別の才能に近づくチャンスだと思うのです。本日のまとめになります。1、人間は意識を変えることはできない。自分がこうすると決めたことを実行し続けるためには、そうせざるを得ないような環境を作る必要がある。2、人間は行動して経験した時にだけ変わることができる。なぜなら行動の過程で痛みや喜びを感じながら経験を増やし、体験に基づく深い学びを得てのみ成果を出したり成長することができるからである。3、自分の才能を認めてもらえた時、人生は劇的に変化する。そのためには応募することで自分自身が評価される状況に身を置く必要がある。今回は以上でございます。もしこの動画がためになったという方は、チャンネル登録、いいねボタン、コメントなどいただけたらとても嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。